行動心理に関する雑学。実は片思いから両思いになるには、熱くアピールするのではなく、相手の脳内にあなたを自然と植え付ける正しいステップが大切だ。人間の脳は接触回数が多いものや、少しだけ手に入りそうで入らない距離感の存在に対して本能的に強い執着を抱く性質がある。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、切ない片思いを両思いへと劇的に進展させるための決定的なアプローチを詳しく解説していく。実は片思いから両思いになるには、ザイアンス効果と呼ばれる心理を応用して挨拶や短い会話の回数をとにかく増やすことだ。一度に長いデートをするよりも毎日のように顔を合わせ、小さな接点を作る方が相手の警戒心を解き、親近感を爆発的に高められる。すれ違いざまに笑顔で挨拶をしたり、他愛のない一言を交わすだけで、相手の潜在意識にはあなたの好印象が深く刻まれていく。まずは日常の風景の中に当たり前のように、あなたを溶け込ませることが相思相愛への第一歩なのである。実は片思いから両思いになるには、相手の趣味や好きなものに徹底的に興味を持ち、小さな共通点を自ら作り出すことだ。これは心理学で類似性の法則と呼ばれ、人間は自分と似た価値観や共通の趣味を持つ相手に対して無条件で強い好意を抱いてしまう。相手が好きな音楽や映画を自分も体験してみて、あれすごく面白かったと楽しそうに共感を伝えるだけで距離は一気に縮まる。共通の話題という2人だけの特別なパスポートを手に入れることで、ただの知り合いから一気に心の距離が近づくのだ。実は片思いから両思いになるには、自分の好意をあえてオープンに表現しつつも付き合いたいという下心は隠しておくことだ。人間は他人から好意を向けられると自分も同じように、好意を返したくなる行為の返答性という強力な本能を持っている。あなたのここが素敵だよねとストレートに褒めて、相手をドキッとさせつつもそれ以上の無理なアプローチはしないのがコツである。私のことが好きなのかなと思わせる絶妙な寸止め状態を作ることで、相手の脳はあなたのことで一日中満たされていくのだ。実は片思いから両思いになるには、あえて小さなお願い事や相談を持ちかけて相手に頼ることで自己重要感を満たしてあげることだ。これはベンジャミン・フランクリン効果と呼ばれ、人間は助けた相手に対して私はこの人を助けるくらい好きなのだと脳が勝手に錯覚を起こす。高価なものではなく本を貸してほしいといった小さなお願いを叶えてもらい、満面の笑みでありがとうと感謝を伝える。頼りにされることで男としてのプライドが満たされた男性は、気づけばあなたのことが愛おしくてたまらなくなっていくのである。実は片思いから両思いになるには、2人の距離が最高潮に縮まったタイミングであえて少しだけ連絡を控え引きの姿勢を見せることだ。いつもすぐに帰ってきた LINE が少し遅れたり、いつもより少しあっさりした態度を取ることで相手の脳内にサンクコスト効果が働く。これまであなたに費やしてきた時間や感情を失いたくないという焦りが生まれ、今度は相手からあなたを追いかけたくなるのだ。この完璧な押し引きのバランスをマスターした瞬間、不確かな片思いは確実な両思いへと姿を変えるのである。恋愛に役立つ雑学。実は恋愛経験が少ない男性は、不利どころか一途な誠実さと無限の伸びしろを秘めた超有料物件であることが多い。過去の固定観念に縛られていない脳は目の前のパートナーの価値観をまっすぐに吸収し、お互いにとって心地よい関係を純粋に築き上げることができるのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、恋愛経験が少ない男性だからこそ持っている女性を幸せにする決定的な強みを詳しく解説していく。実は恋愛経験が少ない男性は、他の女性と比べることをせず目の前のパートナーだけを誰よりも大切に愛し抜く強さを持っている。過去の元カノの影に怯えたり、昔の恋愛と今を比較して不満を抱くことがないため、常にあなたが彼にとっての世界一のヒロインになれるのだ。他の女性に目移りするリスクが圧倒的に低く、あなただけを見つめてくれる安心感は恋愛において何にも代え難い価値がある。
彼らにとっての全ての初めてがあなたとの思い出になり、唯一無二の深い絆を最初から築いていけるのである。実は恋愛経験が少ない男性は、性慣れた駆け引きをしない代わりに裏表のないまっすぐな言葉で誠実に向き合ってくれる。変に格好をつけたり男遊びのテクニックに頼ったりしないため、嘘や浮気の心配がほとんどなく信頼関係の土台が非常に強固なのだ。不器用ながらも一生懸命にデートの計画を立ててくれたり、あなたの喜ぶ顔が見たくて必死に努力してくれる姿には嘘偽りがない。そのピュアで打算のない一生懸命さこそが、女性の傷ついた心を癒し最大の自己肯定感を与えてくれるのである。実は恋愛経験が少ない男性は、自分の恋愛観に頑固なこだわりがないため、あなたの理想のパートナーへと柔軟に成長してくれる。元カノの好みに染まったおかしな習慣がなく、付き合ってからの話し合い次第でいくらでもお互いに最適な形へと変化していけるのだ。あなたがこうしてくれると嬉しいと素直に伝えるだけで、彼らはそれを羅針盤のように信じて驚くほどのスピードで吸収していく。自分たちの手で一から理想の関係を作り上げていける楽しさは、恋愛経験が少ない男性と付き合う最大の特権なのである。実は恋愛経験が少ない男性は、女性が日常の中でしてくれる些細な優しさや気遣いに対していつでも新鮮に深く感動してくれる。デートでお弁当を作ってきてくれたことや、体調を気遣う LINE が届くだけでも彼らにとっては宝物のような嬉しい出来事なのだ。当たり前の幸せに慣れていないからこそ、感謝の気持ちを言葉や態度でストレートに返してくれるため、一緒にいて心が満たされる。彼らが向けてくれる純粋な喜びのリアクションは、パートナーとしてのやりがいを実感させ、二人の空間をいつも温かい愛で包み込む。実は恋愛経験が少ない男性は、一度心を開いた相手を戦友のように大切に生涯守り抜く強い責任感を持っている。恋愛を単なる一時のエンタメとして消費せず、一人の女性と向き合うことを人生の重大な決断として誠実に捉えているのだ。世間の流行や派手な刺激に惑わされることなく、二人の未来や生活の安定を誰よりも真剣に考えて行動してくれる。派手さはないかもしれないが、人生の荒波が来た時に絶対に手を離さない、その圧倒的な包容力こそが真の男らしさなのである。恋愛心理に関する雑学。実は女性が男性を意識し始めた時は、あからさまなアプローチではなく、日常の些細な行動や態度に隠しきれない変化が現れる。女性の脳は特定の男性を異性として捉え始めると、無意識に自分の見え方を気にしたり、もっと近づきたいという防衛と欲求の葛藤を起こすのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、女性があなたを一人の男性として特別視し始めた時の決定的なサインを詳しく解説していく。実は女性が男性を意識し始めた時は、あなたと会話をする時に無意識に声のトーンがいつもより少しだけ高くなる。これは心理学でボイスピッチの変調と呼ばれ、大好きな相手の前で自分をより魅力的で女性らしく見せたいという本能的な反応である。他の人と話している時よりもあなたと話す時だけ声が弾んでいたり、優しく可愛いトーンになっているなら意識している証拠だ。言葉の内容以上にその声の響きそのものが彼女の心があなたに向かって開き始めている何よりの証明なのである。実は女性が男性を意識し始めた時は、複数人でいる時でも気づけばあなたと同じタイミングで笑ったり同じ行動をとってしまう。これは脳のミラーニューロンという働きによるもので、好意を持つ相手の仕草やテンポを無意識に真似てしまうシンクロ現象だ。あなたが飲み物を飲んだ瞬間に彼女もグラスに手を伸ばしたり、あなたが笑った瞬間に彼女も弾けるような笑顔を見せる。理性のコントロールをすり抜けて、あなたと波長を合わせようとするこのシンクロこそが強い行為の表れなのである。実は女性が男性を意識し始めた時は、LINE の返信スピードや文章の雰囲気があなたのペースに驚くほど似てくる。意識していない相手には自分のペースで返信するが、特別な男性に対しては早く親密になりたいという欲求から無意識に相手に合わせるのだ。
あなたが短文なら彼女もテンポよく返し、あなたが丁寧な長文なら彼女も同じように熱量のあるメッセージを返してくれる。文字のやり取りの中にあなたへのリスペクトと寄り添いたいというけなげな恋心がはっきりと隠されているのである。実は女性が男性を意識し始めた時は、二人きりで並んで歩いている時にあなたとの物理的な距離がいつもよりぐっと近くなる。これはパーソナルスペースと呼ばれる心理縄張りで、心を許していない異性が近くにいると不快感や防衛本能が働くようになっている。しかしあなたを意識し始めるともっと近づきたいという欲求が勝つため、肩や腕が触れそうな距離でも自然に隣を歩き続けるのだ。彼女が自らあなたのパーソナルスペースに踏み込んでくるのは、一歩進んだ関係を望んでいる特別なサインなのである。実は女性が男性を意識し始めた時は、あなたにだけ自分のプライベートな悩みや少し弱い部分を打ち明けてくれるようになる。女性は誰にでも弱みを見せるわけではなく、自分が本当に信頼し一人の男として頼りたいと思う相手にだけ心の扉を開く。これは心理学で自己開示と呼ばれ、自分の深い部分を共有することで二人の関係をさらに一歩進めたいというサインなのだ。あなたにだけ見せるその少し不器用で無防備な姿こそが、あなたを世界で一番特別な男として認めている最大の証拠なのである。